今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。今回は冬マダイ2023ということで解説していきます。低水温期の冬はマダイに限らず、基本的に水温が安定する深場に落ちてしまいます。せっかく狙うのであれば、なんとか釣りたいですよね。でも、マダイのことを何も知らずに狙っても、寒い思いだけして坊主なんてことになりかねません。でも、大丈夫です。この動画で冬のマダイについて勉強すれば釣れる可能性が大いに上がります。もしあなたがオフシーズンと言われる冬でもマダイを釣りたいと思っているのであれば、この動画を最後まで見て冬のマダイを釣り上げましょう。コメント欄で冬マダイの思い出やおすすめの釣り方なども募集しております。この動画が冬マダイの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。マダイ最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。ということで本日の結論です。マダイは一年中狙える。岩礁帯やサレキ属を好む。現代風にアレンジされた釣り方で狙う。この3つの結論について解説していく前に、少しだけ自己紹介をさせてください。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。オフシーズンにマダイを釣るためには生態を知ることも大切ですから、一緒に釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。そこで本日の目次です。マダイの生態。冬に狙うポイント。冬マダイの釣り方。そして動画の最後には特典パートとしてマダイの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけましたら幸いです。まずはマダイの生態から見ていきましょう。マダイはスズキ目、タイ科、マダイ属に属する魚で、昔から魚の王様と言われてきました。タイと名の付く魚は約350種いますが、タイ科の魚は実は13種類程度しかいません。つまりそのほとんどがアヤカリダイというタイのご意向にすがろうと命名された魚です。名前にあやかるのは魚も人間も同じということですね。さて、そのマダイの適水温は18度から28度くらいで、12度まで水温が下がってしまうと冬眠状態になるそうです。そのため、冬場は水温が安定する深場に落ちてしまいます。しかしながら、これはあくまでも一般論で、しっかりとポイントを選べば、一年中釣ることができると言われています。マダイは3月から6月と9月から11月が釣れやすい時期で、特に3月からの時期はのっこみと言われ、皆さんも一度は聞いたことがあるかもしれません。ですが、ここではおおむね12月から2月頃までを対象に説明していきますので、ご承知おきください。次に、冬に狙うポイントについて解説していきます。先ほど説明したように、低水温期となる冬場は、マダイも他の魚と同様に深場に落ちてしまいます。そのため、最低限10メートル程度の水深が欲しいというのが正直なところです。そして、霜りや駆け上がりといった海底に起伏のある場所に沿って移動するという特徴があります。
皆さんも何もないところを歩くより目印があった方が歩きやすいですよね。そのため、岩礁帯、砂礫底が絡むようなポイントが見つけられれば、ぐっと釣れる可能性が高くなります。それから、これはマダイだけの特徴ではないのですが、イワシなどのベイトが接岸しているような場合は、捕食のため浅場に入ってくるので、絶好のチャンスと言えますね。そして、マダイを狙う時間帯としては、朝、夕の間詰めが王道です。しかし、そこだけにこだわるのではなく、潮の止まりかけ、もしくは止まった潮の動きかけも絶好のチャンスタイムになります。この潮汐については、こちらの潮汐と真詰めで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。最後にマダイの釣り方について説明します。マダイ釣りは千差万別と言っていいほどにたくさんの釣り方が存在します。ここでは比較的挑戦しやすい2つの釣り方をご紹介いたします。まず1つ目は、ショアラバと言われる釣り方です。ショアラバとは、船からマダイを狙う長法、タイラバから派生したもので、タイラバをショアから投げる釣り方です。そもそもタイラバとは、ヘッドと呼ばれる重りにネクタイのようなラバーの集合、そして専用のフックが装着された。一説によれば、江戸時代頃をルーツとする仕掛けになります。先ほどのポイント解説で岩礁帯を好むと説明しましたが、ショアラバはその形状から根がかりしにくく、理にかなった釣り方です。根がかりさせないことは環境保護の観点からも大切ですからね。そしてショアラバの釣り方は簡単で、着底後リールを10回程度巻いたら、再びボトムまで落とす。これを繰り返すだけです。ボトムに落とすときにフリーフォールさせるのがベストですが、それだと根がかりも多くなってしまうので、慣れないうちはテンションフォールでも構いません。ヘッドの重さは 30g から 40g 程度のものが使いやすく、遠投もできるので、ショアから狙いやすい釣り方と言えます。ただ、このショアラバは、ヒラメや根魚など魚種を選ばず何でも釣ることができるので、マダイ狙いの人にとっては短所だと言えないこともありません。このタイラバについては、こちらのタイラバの極意で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。続いて2つ目は、こちらも江戸時代から引き継がれる伝統的な釣法。天矢釣りをアレンジした一つ天矢と言われる釣り方です。一つ天矢は軸の長い針の地元に大きな円錐台形の重りをつけたマダイ天矢という仕掛けに、エビを刺して使用します。文字通り、エビでタイを釣るというわけですね。ショア天矢の釣り方は、ボトムに着底させてからのリフト&フォールと、餌を生かしたステイで狙う方法が一般的です。注意点として、ショア天矢はルアーのように大きく動かす必要はなく、フォールで当たりが出ることが多いので気を抜かないようにしましょう。そして、ショア天矢特有の釣り方として、すぐにボトムに着底させずに、軽めの重りを使用して潮に乗せて沖合を攻める釣り方もあります。この方法であれば、ショアからでも沖合を攻めることができますので、ぜひ一度試してほしい釣り方です。この一つ天矢については、こちらの一つ天矢の極意で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。それではまとめです。マダイも他の魚と同じように低水温期の冬場は水温が安定している深場に落ちてしまいます。そこで水深が10メートル以上の深場と
岩礁帯や砂礫底が絡むようなポイントを見つけることができれば、真冬でも初夏からマダイに出会える可能性が高くなります。マダイの釣り方はたくさんありますが、挑戦しやすい方法として、平ら場を応用した小ラバや一つ天野と言われる釣り方を紹介しました。この動画を見てマダイの生態を勉強しつつ、冬のマダイを釣り上げる人が出てくれたら大変嬉しいです。それでは特典パートです。ここではマダイの美味しい食べ方を2つご紹介します。まず1つ目はマダイの湯引き作りです。作り方をざっくり説明すると、マダイを3枚におろした後、皮目に切れ目を入れ、キッチンペーパーをかぶせて、その上から熱湯をかけます。その後、氷水で一気に締めます。そして濡らしたキッチンペーパーとラップでくるんで、乾燥しないように都度キッチンペーパーに水分を補給しながら、冷蔵庫で2日間熟成させます。水分が適度に抜け、甘みが増したお作りをぜひ食べてみてください。通常のお作りとは違った新しい感動があるはずです。そして2つ目は釣り人の特権ともいえる白子ポン酢です。白子ガチャなんて言葉があるほどに釣り人には人気の食べ方で、酒で臭みを取り除いた後に1分30秒ほど茹でたら氷水で一気に締めて完成です。ミディアムレア状態のとろっとした白子はお酒にぴったりです。食べ方も千差万別のマダイですが、他にもこんな食べ方があるよという方は、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。釣りって学べるには、ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。あなたも住人となり、今よりも幸せな釣り生活を送ってみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますのでよろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスに貼ってる人を見かけようものなら泣いて喜びます。本日の授業は以上となります。冬マダイの授業が今後の超過アップの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。